面だるの神、あやかし骨の神。美しく整った姿にも神が宿ると伝えられています。国生みを目前に現れた完成を象徴する二柱のお話です。神代七代の第六代として、面だるの神とあやかし骨の神が現れます。不足のない姿とあまりにも尊い姿、互いを称える名を持つ神々と解釈されることがあります。泥は大地となり、杭は世界を支え、命を迎える場も整えられてきました。そしてこの代では、心と体が満ち足りた完成した姿が象徴されたと伝えられています。中世には第六代という由来から仏教の第六天魔王と結びつけられ、各地の第六天神社で長く信仰が受け継がれました。これは神話そのものではなく、本地衰弱思想によって生まれた後世の信仰です。世界が整い、命もまた完成へと近づいていく。面だるの神とあやかし骨の神は、その静かな節目を見守る神なのかもしれません。神格、神のもとつこと。正式な神名、面だるの神、あやかし骨の神。古事記における正式表記、神代七代の第六代として現れ、イザナギの神、イザナミの神の直前に位置する男女一対の神です。所属、神代七代第六代。天地開闢の原初に現れた神々で、後世に整理された天津神、国津神よりも古い存在。神代七代の中でも、生命の完成を象徴する神格とされています。性別、古事記では兄弟として記され、男女一対の神となっています。別名と表記揺れ一例。資料によって対応に異説があります。日本書紀では面だるの命、賢根の命として登場します。同一視される存在一例。第六天魔王武智財天。神仏集合分離により、神代七代の第六代という数字から第六天魔王と結びつけられました。これは神話そのものではなく、本地衰弱思想による後世の信仰です。明治の神仏分離以降、多くの第六天神社で祭神が面だるの神、あやかし骨の神へ改められました。司る者、人体の完成、容貌の美しさ、人格の完成、夫婦円満、生命の成熟。面だるは不足のない姿、あやかし骨はその姿を恐れ敬う言葉とされ、完成した男女の姿を神格化した存在と考えられています。主なご利益、夫婦円満、無病息災、芸能上達、願望成就、開運承福。後世には第六天信仰とも結びつき、現世利益を願う神としても広く信仰されました。鎮座地、広く知られる社の中からいくつかを挙げています。第六天神社。中世には第六天魔王を祀る神社でしたが、明治以降は面だるの神、あやかし骨の神を祭神とする社が多くなりました。智勝神社。面だるの命、賢根の命を祭神として祀る古社。神代七代ゆかりの神々を今に伝えています。典拠。いくつかの主要な文献を挙げています。古事記。神代七代第六代として登場。国生み直前の神々として系譜をつなぎます。日本書紀。
主だるの命、賢根の命として登場。表記は異なるものの、完成した男女を象徴する神として扱われます。仙台九時本義、主だるの命、粟薙の命など、資料によって異なる伝承が残されています。中世神道第六天信仰、本地衰弱思想の中で第六天魔王と集合し、各地の第六天神社の信仰へ発展しました。神事周囲、主だるの神あかしこねの神は、神話では多くを語られない神々です。しかし後世には、神代七代の第六代であることから、仏教の第六天魔王と結びつけられ、関東を中心に大きな信仰へと広がりました。戦国時代には織田信長が第六天魔王を名乗った逸話もありますが、これは神話ではなく、中世以降の信仰史や歴史的背景の中で語られる出来事です。古事記では完成した命を象徴する神、そして後世には時代ごとの信仰を映し出す神、二つの歴史を併せ持つことも、この二柱ならではの大きな特徴と言えるのかもしれません。最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。この奥深い世界に心を留めていただけましたら、チャンネル登録や高評価で応援いただけますと幸いです。